この世に生を受けること、それはとても喜ばしいことです。生命が誕生するにはたくさんの奇跡が積み重なっています。その目的は生きるためなのです。生きることはそれなりの理由があるので、無駄な生というのはこの世に存在しないでしょう。それは私たち人間も動物も同じです。特に動物は本能のまま生きています。どんな状況でも決して生きることを諦めずに、生きることだけを目的に生きようとするのです。そこで今回は瀕死の状態で保護された子猫の話を2つお伝えします。まずはじめにお伝えするのは、事故で脳を損傷した子猫の話です。成長が止まってしまっても生きることを諦めず、奇跡の回復を遂げました。生後わずか6週目に事故で外傷性脳損傷を負った子猫は、体を動かすことすら困難で、獣医に生き延びる可能性は低いと診断されました。しかし保護施設のスタッフたちは諦めることなく、献身的に子猫を介護し、たくさんの愛情を与え続けました。そして子猫も生きることを諦めませんでした。現在2歳になったその猫は、怪我の影響で成長は止まったままですが、小さな体には大きな生きる強い意志があふれています。生後6週目の時、台車が誤って頭の上に落ちてくる事故に遭遇したエスモアズは、脳を損傷して全身不随となってしまいました。獣医師に生き延びる可能性は低いと言われたエスモアズを救ったのは、マサチューセッツ州セーラムにある動物救済保護施設でした。この施設では、老いた猫や病気や怪我、障害を抱える猫、余命わずかの猫、飼育放棄された猫などを受け入れ、献身的に世話をしています。スタッフは脳の損傷を受けた子猫の回復は困難だと医師に伝えられても、エスモアズにできる限りのことをしてあげたいと決意し、その日からエスモアズの介護を始めました。エスモアズの怪我の回復には3ヶ月を要しました。スタッフは食べることも歩くこともできない小さなエスモアズに栄養チューブで栄養を与え続けました。そんなスタッフの愛情に支えられ、エスモアズは少しずつ力を取り戻しました。時間の経過とともにエスモアズに生命の兆候が示されるようになると、餌を食べたり歩いたりする力がつき始め、シリンジで水を飲んだり、お皿から餌を舐めたりできるまでに回復しました。しかし、エスモアズの成長は止まってしまったままでした。怪我の影響で、いつも左に円を描くようになってしまいますが、それでもゆっくりと歩けるようにもなりました。小さな子猫の精一杯の戦いから2年、2歳になったエスモアズの体は依然として生後8週目ほどの子猫サイズのままで、体重はわずか 900g しかありません。それでも全身不随で動けなかったエスモアズは動けるようになりました。トイレも完璧に使い、キャットタワーにも登る元気があるほど活発になったのです。人間に甘える仕草を見せ、いつも喉をゴロゴロと鳴らしています。たとえ永遠に成長が止まってしまっても、エスモアズには大きくて強い生きる意志があり、何より施設のスタッフから受けている愛情は無限大なのです。現在、エスモアズは施設創設者の正式な家族となり、より一層の愛情を受けて元気に、そして幸せに暮らしているそうです。生き延びる可能性は低いと獣医師に言われたエスモアズが幸せに暮らせるようになれたのは、スタッフたちの懸命なケアとともに、生きることを諦めなかったエスモアズの意志が大きな力となったのではないでしょうか。続いて、オーストラリアのブリスベンに拠点を置く猫の救済保護団体は、動物委員から
安楽死寸前の弱々しい小さな子猫を引き取りました。その子猫はひどい栄養失調で自分のひもを食べていました。ボロボロの状態ながら、その小さい体の中に生きるという強くて大きな意志を持っていました。献身的な治療と世話を積極的に受け入れた子猫は、どんどん健康状態を回復していきました。やがて美しい三毛猫に変身し、今では永遠の家で幸せに暮らしているのです。オーストラリアのブリスベンにある猫の救済保護団体のスタッフであるニッキーさんが、地元の動物病院の看護師から連絡を受けたのは2018年4月のことでした。看護師のアウリルさんによると、安楽死を求める飼い主に連れてこられた子猫の兄弟たちがいるといいます。他の兄弟たちはすでに死んでしまったが、一匹だけがなんとか生きている。安楽死させるのには忍びないので、施設で助けてくれないか、ということでした。すぐに動物病院へ向かったニッキーさんは、そこでとても小さく弱々しい三毛猫の子猫、ルルに出会いました。ルルの体重は 300g 未満で、通常の子猫の体重の半分ほどしかなく、体には骨が浮き出ていました。骨と皮膚だけの体は明らかに栄養失調で、体には無数の膿や寄生虫が湧き、臓器もかなり衰弱していました。ルルは空腹のあまり自分の毛を食べていたようで、体のほとんどが剥げた状態でした。このままでは生き延びられるかどうかもわからないと思われましたが、ニッキーさんは何としてでも生きるチャンスを与えてあげたいと思い、ルルを引き取って仮里親のベスさんのもとに預けました。ルルは獣医師の指導による治療を行うと同時に、ベスさんの家で24時間体制のケアを受けました。小さな体のルルは、そのサイズに反して大きくて強い、生きたい意志を持っていました。積極的に治療を受け、与えられた食べ物もしっかり食べました。看護を受けるうちに、ルルの体重は少しずつ増え、力もつき始めました。元気になると、本来の性格が戻ってきました。喉をゴロゴロ鳴らして甘えてくるようになりました。ルルは社交的で、他の動物たちともうまくできると感じたベスさんは、同じく自宅で世話をしていたピーチというルルと同年代の子猫と引き合わせました。すると2匹はたちまち仲良くなりました。ルルは自分が受けた愛情をピーチに示し始めたのです。ルルと同様の辛い境遇から救われ、保護されたピーチも、ルルと一緒に日に日に体重を増やし、元気を取り戻していきました。ベスさんは他にも犬を2匹飼っていましたが、ルルは犬たちとも友達になりました。ルルは小さいけれどとても豊かな性格をしています。人を恐れず、大胆で自信に満ち溢れていて、とても個性的です。そんなルルを見た人たちはみんなルルに魅了されます。人も猫も犬もルルはみんな大好きなようです。とベスさんは話しています。しばらくしてルルに永遠の家を見つける時がやってきました。劣悪な状況から救われたルルは数ヶ月も経つととても元気で愛らしい三毛猫に成長しました。そんなルルを見て一目で大好きになったリースさんという男性がルルに永遠の家を提供しました。現在、ルルはシリという新しい名前になりました。リースさんはシリをとても可愛がっているようで、次のように語っています。シリは午前3時にプレイタイムを設定しているようです。でも眠くなるといつも私の隣か私の上に乗って眠ります。今、シリはとても美しくゴージャスな猫に成長しました。シリを救ってくれたことにとても感謝しています。そのおかげで私はシリという親友に出会えたのですから。一方、動物病院からシリを保護したニッキーさんは、
特別なことなど必要ないのです。目いっぱいの愛情とケアを与えれば、猫たちは美しく成長してくれます。シリが幸せになってくれて本当に嬉しい。と、喜びをあらわにしています。飼い主によって安楽死を求められ、動物病院に連れてこられた一匹の子猫。保護施設に連絡をくれた看護師さん、保護団体のニッキーさんや、仮里親のベスさん、そして最終的に新たな飼い主さんとなったリースさんに巡り会えたのは、命があったからです。小さな体で懸命に生きたいという意志を尊重し、優しい人たちの愛情を受けながら幸せを手にすることができました。これからはリースさんのもとで素敵な毎日を過ごしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。